いやー、うまいのなんのですよ。これが江戸前寿司は東京だけじゃない、世界にあるぞ。増弘のうまいのなんの、うまいのなんの、うまいのなんのの増弘です。時すでにお寿司、江戸前仕事から始まっていろいろお話ししてまいりました。クラシックもあればネオクラシックもあると、一体じゃあどこに行けばそれが食べられるのって皆さんはきっと思われてると思うので、聞きたいですね。ね、いろいろ話聞いて、いっぺんに全部はご紹介できないんですけども、そうですけど、寿司が食べたくてしょうがなくなってるところですが、一体どこ行けばいいんだと。はい。で江戸前が、はい、つまり東京湾で取れたお魚に限らないという風なスタイルだっていうお話をしましたよね。そうしたら、日本中どこでもね、はい、江戸スタイルですからあるわけですよね。どれだって大丈夫です。ヨーロッパにだってあるんですよ。それをちょっとご紹介しようかな。ぜひぜひ。はい。福島のいわき寿司伊藤っていうのがあるんですね。はい、ちょっとこれはこう風の便りに入ったところで食べに行きました。そうしたら一つ一貫いただいたら、いやー正統派クラシックってまあおつまみも出るんですよ。でもいやー正統派だなと思って食べ終わって伺ったら、実を言うと東京で修行した。なるほど。東京で修行したのが都寿司の流れなん、浅草弁天山の名残っていうか面影があるお寿司で、酢飯がきちんとした上に上のマグロ、小肌、穴子、そういうものはやっぱり基本が美味しい。なるほど。でそこの弁天山都から出た方が四谷にまとい寿司、もう今はないんですが、そこで勉強された。であとは六本木にもまとい寿司あるんですね。で私ガイドブックで両方のお店当然やってるんですが、私が食べに行ってんのもどうもご存知だった。そうだったんですか。だから、お客として行った時にびっくりしたところでね、福島県のいわきで再会したって、まあ再会って僕は知らなかったわけですから。でもその伊藤さんびっくりして、でもわざわざ来てくださったって言って、いやいわきにこれだけね風評被害かなり大変だったと思うんですが、いいお魚です、いい仕事です。福島以外のとこからもたくさんお客さんがいらしてるんで、ぜひ行ってあげてほしいなっていう一件。続いては北陸。北陸もね、新潟も富山も石川もいいお寿司屋さんたくさんあるんですよ。ありそうだありそうだ。とりあえず今回はちょっと外れて、新潟から3、40分また外れて電車車で行かないといけないんですが、柴田ある、そこにね寿司常盤ってあるんですよ。柴田、常盤寿司、寿司常盤なんだ。そこに小林くんっていうのが若い、お父さんもまだ握ってらっしゃると思うんですけども、そこを紹介してくださったのは越後湯沢の里山十条っていう旅館をやってらっしゃる岩佐さんっていう方が、新潟の美味しいところがたくさんあるから増弘さんちょっと食べてみてよって言って、きっとここなら満足してくれると思うけどって連れてって行かれたお店が常盤寿司で、お昼でまあ普通のお店の感じですよ。あんまり期待してないどころか、しょうがない岩瀬さんが連れてってくださるからっていうんで一貫いただきました。びっくりした。びっくり。何ですか。酢飯。酢飯ね。二郎さん以外でこれだけ酢がきちんと効いてるとこ食べたことなかった。それぐらい相当効いてるよ、二郎さんと。そうですよね。同じぐらいっていうことは、酢飯が効いたところに乗っかってるお魚だから、新潟の方ですからマグロよりも違うお魚いろいろ握りたいんですね。それがピタッとあって、いやーうまいのなんのですよこれが。で終わりに聞いたら、実は増弘さんの授業を受けたことがあります。服部栄養専門学校の生徒だった時に、僕年に1回だけ授業があるんですが、その時の生徒でしたっていう、本当に酢飯が大事っていうことを分かってくださってるお寿司屋さんが新潟にもある。嬉しくなるなっていうのが2軒目。はい。続いて3軒目は京都。次は京都ですね。はい。おろしたわさびがどれだけ素晴らしいかっていうところで紹介した寿司松本。で彼ももともとは東京で勉強してた新橋の清水。そこのまあ言ってみれば一番弟子なんですが、まあ京都で本当にまっとうな江戸前寿司が本当に食べられるんだと思って。そうですね。京都寿司のイメージないですもんね。ないですよね。
食べるんだったら和食日本料理でしょう、わざわざ行ってもいいなっていうくらいいいお店で、本当に江戸前が堪能できるっていうか、15年ぐらい頑張ってようやくっていうか支持受けるに決まってる、やっぱり美味しいもんだから。だから京都で江戸前を食べるとったら松本がおすすめと。で3軒クラシック系が行きましたよね。もちろんおつまみどこでも出しますよ。でもネオクラシックだったらここがおすすめだっていうのが九州の小倉にあります。今度は九州へ。はい、天寿司っていうんですが、はい、ここのご主人の握りがとてもいいのと、一番最初にいきなり大トロの「いかがですか?」って出てくるやつがネオらしい、もうネオらしい今の典型なんだけど、むちゃくちゃガツンとこうやられるんですね。でそうかと思うと穴子なんかはちゃんと正統派の穴子で、だからクラシックの基本の上に新しいことで、ネオの代表の一つが呼子なんていうところにいいイカがあるんですが、綺麗に包丁が入って鮮度がいいと波が立ってるように反るんですよね。細かい包丁で飾り包丁のようなんだけれども、口の中に入れるとその包丁がとっても生きてる。イカなんていうのは古い筋種だけど、こんな風に食べさすのかなっていうことで、ネオの代表の一軒として小倉の天寿司おすすめ。皆さん分かりましたか？まだまだあるんですが、お寿司は今回だけじゃなくてね、一軒集中してご紹介するなんていうこともしたいと思ってて、日本全国に広がる江戸前ですね。北陸でも一軒野々市にあるめくみさんなんかはそこだけで徹底的にみんなにご案内したいな。小倉の他に唐津にある佃っていうお店もまたいつか、ご紹介したいな。次々出てきますね。出てきますね。まだまだたくさんある。それ以外に外国にもなるほど。江戸スタイルは海を越えて。田中さんはヨーロッパでお寿司は食べたことありますか？握り寿司。握りはそうですね、少しはありますけれども、なんだかパリの回転寿司屋で、日本人がやってるんだと思ったらそうでなかったみたいな。僕はニューヨークでもサンフランシスコでもね、アメリカのほかでもヨーロッパで、いやこれ本格化でいいなと思うお店を2軒ありますか。1軒はね、ブレストって言ってブルターニュ、フランスの一番西の端っこ、フィニステールっていう場所なんですけど、フィニッシュオブランドだから地の果てっていうところにある町がブレストっていうんですが、そこになんと日本語でヒノキ、H 発音できないからフランス人だったらイノキってプロレスラーになっちゃうんだけど、ヒノキってお店はむちゃくちゃ圧倒的です。白身中心です。やっぱり辺で取れる。職人さんは日本の方ですか？フランス人なんです。フランス人。グザビエさんというご主人がフランス人で、奥様が日本人、おかみさんが。そのおかみさんのサポートがあった上に本格の江戸前で、サバなんかはむちゃくちゃ美味しかったですね。味も美味しかったし、白身はもちろんヒラメから始まってね、スズキでも何でも美味しいんですよ。で酢飯がものすごく効いてる。二郎さんのお寿司に感動して自分の酢飯を変えたっていうぐらいだからわざわざ行くには大変ですけどもでもこんなところにも江戸前は生きてるなっていうふうに思いますね。海外だと米の問題とか、いろいろありますよね。水の問題とかでもみんな日本に来て勉強したり、あとヨーロッパにいる日本人の人って基本が東京日本でできてるじゃないですか、だから本当に自分の主張を負けずにやろうと思えばいいお寿司はできますね、その一軒がパリにある寿司 B っていうんですけども B、B はフランス語だと何て読みますかね。ベだよね。だからつなげて読むと寿司ベ。しゃれてんなるほど。僕はほら落語が好きだからこういうジョークだとかそういうの大好きだって寿司ベってフランス人は読みますよ。でも日本人は寿司ベってなんか寿司屋らしいいいねって。でここのおつまみなんかはお魚とフルーツを合わせたようなちょっとネオなんですか？ネオなんですよ。でも握りなんかはマグロもきちんといい握りだし、光り物もいいですし、僕はパリに行ったらやっぱりフランス料理食べるのがメインになっちゃうんですよね。そうですね。めったに日本料理行かないですよ。なんかバタークリームに飽きちゃった。昔は行ってたけども今は別に食べたいと思わない。でもこの
寿司べいはいいと。行ってみたいなっていうところ、これもやっぱりフランス人の親方ですか？日本人、あ、こっちは日本人なんだ。日本で勉強された方で、いや自分のやり方を曲げずに、その寿司べいの味を慕ってくるお客さんでずっといっぱいなようですね。アメリカにもスペインにもまた行くチャンスがあったら出かけてご紹介できたらなと。江戸前寿司は東京だけじゃない、世界にあるぞっていう最終回、時すでにお寿司の第一シリーズの最終回ありがとうございました。はい、ありがとう。